的な話でしょ。だからやっぱり適切ではない。これさ、すごいさ、一気にまた年老けたよ。誰？この閣僚の前すごい若かったじゃん。辛かったかも。あんまり色は辛そうじゃないけど。辛そうじゃないんだけど、昨日寝る前にほら冷やしときたかったから煮浸して。きんぴらの人参のかとかこんにゃくのここです。嫌すぎない。嫌いだってこれネギだから無理だもん。無理でした。あなたが食べる。きゅうりの方は食べる。塩入ってる。生姜入ってるの。いやいやそうだけど。シャキシャキ漬けにしよう。量は10時。量です。起きる。出るの？起きんのが辛いでしょ。今日休みじゃん。テストが？あ、休みだ？今日日曜日だから。テストも休みないじゃん。日曜日はないでしょ。じゃあ何もないんですね。そうね。どこから来るの？あ、そう。野菜向こうで取らないでしょ。食べて。あ、お弁当。なんていうんですか。うん。たらこと鮭のおにぎりでいいんでしょ。だから残って。みんなお母さんが頑張ってお弁当作らなきゃって。なんでみんなそんなにいい弁当なの？うん、これ突っ込んでる。いらない、そんな食べてる暇ないよ。ナスは先に違うんだから、ちょっとこうカメラ苦しいみたいなこと言ってたらあれ切ったお弁当、そういう意味でいいんじゃない？いつも一緒に横井さんがさいいのよ、スカート弁当を作ってきなさいとか。スカート弁当しようか。いやいや、でも今のスカートはもうスカート弁当知ってる世代じゃないじゃん。そうじゃん、だってお母さんたちかもね。でもあれが一番いいんじゃない？卵焼きに、いやなんかベーコンと卵と海苔とってやつでしょ。で中に鮭入れたら、横井さんはそれにしなさいとか言ってたね。けど、彼女たちは頑張るとか言ってた。で普通のお弁当作ってきたの。もうこんな、私は今日それが楽しみ。なんだろう、おにぎりでおかずはこの辺。だからおかずいらないよ、もうおにぎりだけでいい。みんな食べれないもん。おにぎりもちっちゃいのにちっちゃいの。わかんないでしょ。わかんない。おにぎり？別にいいよ。たらこ生じゃあれだから、こういうジメジメ。そう、地震の時さ、地震これ朝だったじゃん。夜、同じ日の夜、同じ日の夜に新座にいたの。ずっとね、あれ多分7階だからだと思ってね。あ、予約？ 1分間ぐらいずっとこうやってわーって言う。でもあの時だって京都の方にあれしたのがほら、なんだっけ、岩手とかあっちの方に津波とかが起こってた。だからね、結構みんなね、どこにいた子だっけな、茨城にいた子も結構揺れたって言ってた。この辺のそんなにあの日はだってここに誰がいたの？私いたよ。誰がいたの？私寝てた。りょういたんじゃないの？わかんないけど。みんな気がつかなかった。私寝てた。
違うんだよ、その日の夜に新座は結構揺れてた。うんでも7階にいてあーっていうぐらいだから、多分1階の人は気づいてない。まだ揺れてなかった。でね、ニュースにもなんなかった。ニュースになったのは違う地域、京都の方とかが震度3ぐらいで、東京とか埼玉は別に何にもなかった。そうそう。でもね、震度3って出てテロップがいっぱい出るじゃん。茨城の方も出るし、北海道の方も出るし、すっげえ広と思って。広いよりもほら地震のあれによってでしょ。いや、そうだけど、普通はさ、だからその京都だったら京都の近隣だけじゃん。そうじゃなかったからすごい広いなと。もうお腹いっぱい。またもうね、いつもじゃん。召し上がれちゃんと。いや、もうお腹いっぱい。食べてください。入んないよ。サンドイッチもあるよ。量がご飯ってでも結局10人だけで死んでる人住んでる。死者が10人だけなんだよね。この間のね。でも瓦礫が全部ほら、なんていうの？取れてないから。でも絶対にこれは日本だから10人で住んでるんだよ。だってそれが地震大国だからですよ。それが準備してなかったってマジ。いやだから今日ご飯作らないからそれぐらい食べたんだけど。入らん。半分も食べてない。今日少なめだよだいぶ。なんかね、イギリスかなんかどこだっけな、どっかでずっとこの映像ばっかりだった。なんかその日本が地震で大変なんですっていうよりも電力のやつがなんかひどくないですかみたいな感じ。っていう話の方が結構ニュースになってる。すごいね。なんかここ地盤が緩いっていうか、あんま良くないんだって。でも前の時は何もなかったんでしょ。いやそうでもないよ。っていうかこの間の時は行ったじゃん私。クールじゃないボランティアにね。その時もすっごかったよ、交通止めばっかで通れんの。あれはだから途中が切断されてるからですよ。だから違うんだよ、今ぐらいのだったらもうダメじゃん本当に。だけどひび割れぐらいでももしかしたらなんていうの、なんか液状化とかまた崩れるかもしれないからって言って通してくれないの全然。まあ確かに、だってそこに落っこっちゃったの。そうだからまた収まっちゃったの。そう大きくなってってなったら困るからっていう話で。確かにそうだと思う。でしょ。だけどさ、だってボランティアで行っててその人たちがさ、でもねボランティアする前になんかそのボランティア中のなんていうの、その事故については自己責任でみたいなことが書かされんの。これで名前書いて住所書いてみたいな、なんかそういうのは作らされる。責任を持ちませんって言われちゃうの。そうだよ。その代わりボランティア保険とかに入りたい人はどうぞみたいな。それやる人の
に関して責任は持ってくれないの？持ってくれないよ。自己責任なんだってそのボランティアの来た人たちの受け入れ業務をしてるのも別に市役所とかじゃない、役所じゃない。だって管理してるからやっていろんな場所に派遣して管理してんの私は次大学生だったもん。大学生がボランティア同士で管理して、そうそうそうスケジュールそうそう、ボランティアの人がボランティアの管理してんの。その責任まで負ってたら大変になっちゃうんだよね。だからこの間のなんだっけ、スカチューの時に防災協定の話した時になんだ防災協定の話をした時に、そのボーイとガールはそのボランティアに来た人の管理とか、住民の要は被災者の組織化を行いますっていうのをなんていうの、歌い文句じゃないけどそういうのをやりますって役所の方には言いましょうっていう話になって、そのパトロールシステムとかそれを歌ったことによって変わるんだ。違うだから今婦人会館とか倉庫借りてるじゃない。あれはそう防災協定結んでるから貸してもらえてるから。そうなんだ。でそれやらなかったら貸してもらえないんだ。でほとんどのバンは貸してもらえてないのね。なんで？防災協定結んでないから。っていうかまあそれじゃなくても多分なんか方法はあるんだろうけどやってないから、みんなそういう自宅の庭とかになんていうの荷物を置いてるのよ、リーダーの。大きい家の人がいいっていうか。だからね、地方は別にいいんだよ。東京がないから困ってて、で小金井市はそれちょっと得意だから。だってそれこそリーダーさんがマンションの人がいるわけでしょ。そうだよ。だから置き場所ないの。マンション困っちゃうんだって。だからそのなんかそれこそリーダーさんやる人いなくなっちゃうじゃん。そんなの預からなきゃいけないんだって。そうだよ。お母さんはあんまりそういうの関係ないから。だからなんかそうさ、まずそうに食べないけどね。別になんかないよ。もうお腹いっぱいなの。なんで？お腹いっぱい。そうだよね。でもこれがなくなるんだ、朝あれ。あなたが食べるから。りょうくんも食べるよ。あ、そうか、りょうも食べる。食べる。せっかく冷やしといて。いつもそのまま出すから、あ、今日は冷たくしてるね。思っちゃう。昨日冷やして何の意味も何の意味もなかった。でナス食べれないからね。きゅうりしょうがないって言ってた。みょうがも入れればよかったかも。上のみょうがも入れれば。刈羽村のこちらのお宅はつっかい棒が必要な状態。家の中を見せてもらえることになった。これ正直こんな風になるんですね、あ、お腹いっぱい。今日なんか鮭昨日買いに行って、ロシア産、中国産、ロシア？ロシア、うん。日本産ってどれ選ぶ？今中国は嫌だな。だけどほら今中国産じゃなくてもほら中国からどっかに行ってそれがまたその中国産なのに、そうそう。それそれは中国産のままでいい。いやないの加工したらそこ産になるの？ならないと思うんだけど、そこが出荷してるから。だから製造元はその国になるけど原材料はさ。だってあれなんて書いてある？原材じゃないでしょ。製造元って書いてある。製造元って書いてある？誰あれ